こんにちは、なっきです。今日はオールマイティーなメイクをやっていきたいと思います。この子はモデルをしてもらう予定だったので、いろんなアイチップや髪の毛が似合うように意識してメイクしました。いろんな雰囲気に馴染みやすい子を作りたい方は、ぜひ最後までお付き合いください。それではやっていきましょう。どうぞ。最初にお顔全体に影を入れていきます。使っているのは赤茶色っぽい少し暗い焦げ茶色です。上まぶたと顔の側面に影を入れています。メラミンスポンジで一度濃さを調節して薄くした後にまた同じ色でグラデーションをつけるように色をのせます。目頭と目尻にも影を入れました。細い筆に持ち替えて二重の線や目頭のくぼみの影を強調しています。眉を描くであろうあたりまで影をのせていきます。この子は目の下に癖をつけるように削りを入れたので、その部分を強調しています。メラミンスポンジで濃さを調節します。目尻からそのくぼみまでの部分をつなげることにしました。顎やおでこにも少し色味を足していきます。ほっぺにもちょっと足しましたね。小鼻の横にも影を入れます。細かい部分にメラミンスポンジが届かずグラデーションに残るので勝手にいい感じになりやすいです。下唇の下にも影を入れていきます。下唇の下側は少し明るく残すとふっくら見えるので影が上に行き過ぎないように注意するといいかなと思います。メリハリがつくように細い筆で部分的に濃く入れていきます。濃く入れるのは下唇の真ん中の真下と左右の口角と真ん中の唇の境界線のところです。その筆のまま鼻にも濃い影を入れていきます。鼻は下側が影になります。人中にも影を入れていましたが濃すぎないのが好みです。鼻の穴と鼻の際を暗くしておきます。この後ですが鼻の頭部分にも小鼻の線を追加しました。影入れはここで完了したのですがもう少し青みが欲しかったのでプラスしています。目の下と目頭と顎周りですね。次は赤みを追加していきます。後頭部にオレンジと赤を追加しました。耳たぶも赤くしていきます。チークを足していきます。今回はオールマイティーなメイクを目指しているのでコーラルピンクっぽいオレンジっぽい色を入れていきます。鮮やかめです。鼻周りにも色を入れます。唇はまた別で色をつけますが一回下地として同じ血色感の色で塗っておきます。統一感が出るとまとまって見えて綺麗に見えやすいです。チーク以外の部分と他の肌の部分のつなぎとして少し黄色っぽいオレンジっぽい茶色っぽい色を入れます。大きめなブラシでファサファサフサっと入れることで入りすぎずぼやかす感じで入れられます。筆を持ち替えてもう少し濃いめの赤みをさしていきます。これは目の詰まったピンポイントで色がのせられるようなブラシです。部分的に色を変えたい時に使うとうまく色がのせられてお気に入りです。差が出過ぎたところはまたぼかしてなじませていきます。鼻先にもう一度色をのせます。顎の先にも同じ赤みを足していきました。ちょっとここの名称がわかんないんですが人中周りを丘になるようなイメージでふっくら見えるように影を入れていきます。こんな感じ。次にポイントメイクをやっていきます。1番にアイシャドウを入れました。続いてリップを作り込んでいきます。下唇の左右が少し暗くなるように濃いめの赤っぽいオレンジっぽい色を置きました。そうすると下唇の真ん中がふっくら見えるかなと思います。上唇にはしっかりめに色を置いています。チークっぽいチークを入れていきます。赤みをさした時はふんわり色を入れていましたがここではしっかりめに色を残します。眉毛の下地を描いていきます。リキテックスで描く時のガイドラインにします。下書きですね。オールマイティな表情にしようとした時にどんな眉毛がいいかなと思ってあんまり気持ちがたくさん乗ったような眉毛はやめようと思って平行気味な眉毛を目指しました。
いろんな髪色に合うように少し明るめの茶色にしようかなと思います。結構明るい髪の毛、白い髪の毛とかでも薄茶色ぐらいだったら浮かないなっていう印象があります。さらにちょっとアッシュっぽいとより馴染みがいいんじゃないかなと思うので、いろんな場面に使いやすい色だと思うんですが、いかがでしょうか。向かって右側の眉毛ができたので、左側の眉毛を合わせて作っていきます。もうひたすら同じような眉毛になるように描いていくだけです。こんな感じになりました。オールマイティーな表情なんですかね。髪の毛に合わせて修正していきます。ね、銀髪だけどそんなに浮いてないですかね。まだ眉毛が薄いからですけど、はい、いつもこんな感じで修正をしています。眉尻をちょっと長くすると良かったみたいです。前髪あると可愛い。どうでしょうか。はい。ようやく最後の工程になります。リキテックスで線を入れていきます。少し青を入れた茶色で薄く産毛っぽく描いていきます。細い筆を使っている時は水を多めにした方が絵の具の持ちがいいです。利き手の反対側の眉毛はやっぱり難しいです。下書きの周りを飛び出すように毛を描いていきます。薄い絵の具で細い筆なら結構大胆にやっても大丈夫ですよ。1層目ができたので少し濃くした絵の具をつけて2層目を描いていきます。その中から気に入った毛流れを清書するように描いていきます。やってることは一緒なので8倍速で送っていきますね。眉頭は上向きにふわっと飛ぶように描きます。眉尻は下に揃えるように下ろしていきます。線と線の間が少し空いて毛のあるところとないところで差が出るとかっこいいなって思います。こんな感じになりました。髪の毛を合わせて確認してみます。こちらはオデットさんのデフォルトの頭皮で、こちらはサラシェイズさんのデフォルト頭皮になります。赤毛も黄色の前髪なしもどっちも似合うようなお顔になってるかなと思います。毛細血管を追加していきます。エアブラシで薄く拭いてあるので、そこを少し強調するような感じでなぞります。赤は少し青を足して赤紫寄りの赤っぽい感じにしてあります。同じ色でリップにも縦線を追加していきます。上唇の境界線をはっきりさせるように1本線を引きます。こうすると唇の形がはっきりしてすっきりした印象になります。眉頭のところに青い毛細血管を追加します。こちらも赤を少し足して青紫に近い青を使っています。色を混ぜると少しくすむので、くすませる意味でも入れています。アイラインを追加していきます。目が黒々として可愛らしく見えるかなと思います。あんまり入れすぎると抜け感がなくなるので、量には注意が必要かなと思います。まつげありのアイラインにしましたが、ちょっとドレッシーな感じなので、オールマイティーなメイクには違ったかなっていう感じもありますかね。まつげあるとドーリーな感じで、可愛いは可愛いんですけど、いろんな場面に合うかというと、もしかしたら合わないかもしんないですよね。まあ可愛いのでよしとしましょう。完成しました。イエーイ。ということで今日はオールマイティーなメイクを目指してやってきましたが、いかがだったでしょうか。チークの色や眉毛の形にこだわってみました。この動画が少しでも参考になりそうと思ってもらえたら、ぜひグッドボタンを押していってください。ここで今日の小話を、あったかくなってきたので家中に小脳を巻きました。袋ごとですよ。カメムシがあれで寄ってこないというのを信じておいています。最後までご視聴ありがとうございました。今後もカスタムブライスの削りやメイクについて動画を投稿していく予定ですので、ぜひチャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。